こんにちは、マリーです。今日は2021年のバレットジャーナルセットアップ動画です。このノートはローヒトトゥルム1917というものです。サイズは英語でドット方眼ノートとなっております。色はベリーニです。このノートのいいところは一番後ろにポケットがあるところです。こちらも付属でついていたラベルのシールです。それでは早速書いていきます。一番最初インデックスのページがあるんですけども、そこは飛ばして書いていきたいと思います。最初はタイトルのページですね。2021年と、あと始めた月、私の場合は1月からなので January の最初頭3つ JAN を入れます。私の今回のバレットジャーナルのテーマはアール・ヌーボーです。アール・ヌーボーは有機的なモチーフや装飾性のあるデザインが特徴です。それでは次のページに行きたいと思います。次のページはグリッドガイドですね。グリッドガイドは簡単に言うと、ドット方眼の中で何センチかっていうのを一目見てわかるようなガイドとなっております。私の場合は縦横中心の線を書いて、あとだいたい上にタイトルを入れるので、タイトルを入れた時中心がどこになるかっていうのを計算して線を入れました。グリッドガイドの文字も最初のページと同じようなスタイルで書いていきます。私の今回のバレットジャーナル全部通してこのスタイルでタイトルを書いていますね。気づいた方もいるかもしれないんですけど、私なぜかグリッドの D を T って書き間違えてて、後で修正入れました。今行っている作業は分割した時に何分割か分かりやすいように印をつけています。私は2分割、3分割と4分割を書きました。今目印同士をつなげている作業をしているんですけども、点線はタイトルが入った時の分割の方法で、実線が何もない状態での分割した時の目印ですね。最後にそれぞれの分割がどれぐらいか数字を書き入れます。反対のページはキーのページとなっております。キーというのはタスク管理するときに何をしなきゃいけないのか、どれが終わっているのかなど分かりやすいように印をつけるものとなっております。私のキーはタスクやること、コンプリートタスクが終わったとき、ポストポンドタスクを後日行うとき、キャンセルタスクをやめるとき、あとインポータント何か大切な時、ムード自分の気持ちのことですね。イベントは単純に何か予定がある時、誕生日と記念日、最後がノートメモを取る時です。それでは次のページを書いていきます。次のページはフューチャーログです。フューチャーログとは先々の予定を書き入れるページとなっております。年間カレンダーとフューチャーログと分けて書く方もいると思うんですけど、私の場合は年間カレンダー以前書いたんですけど、あまり使わなかったのでフューチャーログと一緒にすることにしました。今描いてるお花の装飾なんですけど、すごく気に入ってこの後何度も登場させました。フューチャーログ2つに項目を分けたんですけど、1つは YouTube の予定、もう1つが日々の生活だったりお仕事の予定を書き込むところです。あとフューチャーログには誕生日を書くスペースも設けてます。
2021年は YouTube 動画毎週金曜日にアップする予定なので、日付もあらかじめ書き込みました。ここで取り出したのがカレンダーのシールです。それぞれ切るんですけど、ずれないようにクリップで留めてから切ります。大まかに切った後はそれぞれ一つずつ小さく切っていきます。このカレンダーシール、私が自分で作ったもので、シールの用紙は100均で購入しました。切った後こんな感じになりました。ノートに戻ります。切ったカレンダーを配置していくんですけど、今回シールを使います。こちらのシールも実は100均で一緒に購入したんですけど、マスキングテープ調でちょっと後ろが透けて見える感じですね。それぞれの月に合わせて違う色のシールを下に貼って、その上からカレンダーシールを貼るような形にしています。ここで小事件が発生するんですけど、4月のシールを1つ間違えて上に貼ってしまったので、なんとか剥がして貼り直す作業を行いました。フューチャーログは両開き2ページにわたって制作したんですけれども、1ページ目が1月から6月の半年間、2ページ目が7月から12月の残りの半年間になっています。同じタイトルを書く必要はないので、2ページ目の方にはフューチャーログというタイトルを入れていません。ただそれ以外は全く一緒ですね。一番上にその月のカレンダーが来て、次に誕生日、その次が生活お仕事の予定、一番下が YouTube の予定です。今回は貼るとき間違えませんでした。次のページは YouTube のページとなっております。動画のアイディアやアイディアに合わせて内容だったりを書き込んでいこうかなと思っています。下の表は登録者数を書き込む表になっています。やっぱり YouTube 動画アップしているからには登録者数増えてほしいなっていう思いがあるので、何月何日に何人突破したかっていうのを記録していこうと思って作っています。例えば YouTube 動画じゃなくても、読書が好きな方は何月何日に10冊読み終えた、何月何日に20冊読み終えたなど記録していくのにすごく使いやすいんじゃないかなと思っています。手にインクがつくのを防ぐために紙を敷いて書いています。この表を埋めたいので、皆さんぜひ登録よろしくお願いします。反対はイラストレーションのページです。私はイラストレーションも書いているので、何を書いたか記録するためにこのページを設けました。裏写りを確認してます。このページは3つの項目に分けたんですけど、それぞれのページのタイトルを黒帯にして、上から白のペンでタイトルを書き込むようにしています。ちなみにこの白のペンはジグノという白ペンです。ここでちょっと日にちをまたいでしまって、
ライトの具合が違うんですけどもご了承ください。次のページは読んだ本と見た映画のタイトルを書くページとなっております。こういう内容ってどうしてもタイトルが思い出せなかったり忘れがちになってしまうので、その年に何を見たか何を読んだか忘れないように記録としてこのページを設けました。もう色飛びしちゃって全然見えないんですけど、今行を飛ばし飛ばしでマーカーで色付けをしています。反対のページはヘルスのページです。このページ簡単に言うと生理の周期を確認するためのページとなっております。最近生理不順だったり感情の起伏が激しかったりする時期があるので、しっかり自分で把握しようと思ってこのページを作りました。今年のバレットジャーナルを作りにあたっていろんな海外の方の動画を見たんですけど、多くの方がこれをしていてすごくいいアイデアだなと思ったので、私のバレットジャーナルにも取り入れることにしました。下の3行はクリニックに行ったり病院に行ったりした時に記録するようです。次のページはマインドマップのページです。2021年どういう年であってほしいか好きに書くためのページです。このページにはこの卵のマスキングテープを貼っていくことにしました。本屋さんで文房具を見ていた時に見つけたんですけど、すごく可愛いなと思って、しかも80円だったと思います。すごく安くて卵大好きなのでいいなと思って買っちゃいました。このページはタイトルと外枠だけでもう完成です。マインドマップなのであまり枠を考えずに自由に書けるように中はまっさらな状態にしました。次のページは2021年のゴールを書くためのページです。Goals for 2021。ゴールは3つのカテゴリーに分けて書きます。1つ目が Life、 自分の生活について。2つ目が Career、 仕事についてですね。3つ目が Creation、 制作の目標です。イラストだったり YouTube 動画だったりですね。私はゴールをこの3つで分けて制作したんですけども、これは個人で自分が目標にしているものを分けていいと思います。イラストレーションのページでも書いた黒帯に白文字、このデザインがすごく気に入ったので、このゴールのページでも同じようなデザインを使いました。反対のページは12 Wishes for 2021というタイトルなんですけども、要するに12個のお願いを書くページになっています。12なので1月に1つ叶えるような計算になっているんですけども、ここの12個のお願い事は
実現できそうなものを書きたいなと思っています。ここでちょっと間違いに気づいてしまって直しているとこなんですけども、私は間違いは修正テープを使います。紙を貼るのが本当は見た目が綺麗になると思うんですけど、手っ取り早いのでもう修正テープで私はしちゃいます。話をさっきのお願い事について戻します。いろいろあった2020年なんですけど、何が起こるかわからない状況で、ただ単に願い事を書くだけじゃなく、確実に叶うものを書いて、一歩ずつちょっとずつ進める、前向きに思えるようなページを作りたくて、このようなものを設けてみました。ゴール書くページの下がちょっと余ったというか空白ができて寂しかったので書き足しました。次のページは Pathway for Achievement なんて言ったらいいんだろう。それぞれのゴールだったりお願い事だったりについて具体的に何をすればいいのか、どういう道を通ればいいのか書き込むページになります。ここでグリッドの計算を間違えていることに気づいて思いっきり修正をかけました。バレットジャーナルどうしても間違えないようにしないとって意識しちゃうんですけど、気軽にやるのも大切だと思っていて、間違えたら間違えたで修正すればいいかっていう感じで書き進めるのがあんまり荷が重くならずにいいんじゃないかなと思います。線を入れるときにノートを回転させてるんですけど、直線書くときって上から下に書く方が書きやすいんですよね。手首を固定しやすい分ブレが少なくなります。前のページで黒帯に白文字っていうのをやったんですけど、これは反対で薄い色の帯に黒文字を書く方法を使ってみました。これもこれで可愛いのでいいなと思ってます。ここで小休憩挟んだらまた太陽の光の具合が変わっちゃって何度もすみません。次の見開きはマンスリーリフレクションのページです。今まではそれぞれの月のページにリフレクションの項目を入れていたんですけど、それぞれ前の月を見返す時にページをめくるのがどこだったっけって探すのが大変で、それだったら一緒にまとめちゃおうと思って1月からの新しいバレットジャーナルはそのページを頭に持ってきました。半年間のまとめを一気に読むことができるので、自分の振り返りに使えるんじゃないかなと思います。ここでも黒帯に白文字を使いました。いや、このデザインいいですよね。かなりお気に入りです。
こでフューチャーログで使ったシールがまた登場するんですけど、色を合わせて半分を切って貼るっていうのをやってみました。残り半分のシールどうしようって思ったんですけど、右上にちょっと空きスペースがあったので貼って、それぞれの月の頭文字を書きました。これは全然予定になかったんですけど、結果いい感じになったので嬉しいです。いよいよ2021年バレットジャーナルセットアップ最後のページです。最後は Wishlist 2021 and Beyond です。さっきのお願い事のページは2021年で叶えたいもの。ここのページはそれよりさらに先、2022年、23年、5年後、10年後叶えたいものを書くページです。反対のページはインスピレーションのページです。自分に響いた言葉だったり考え方を書いていきたいと思っています。それでは頭からめくりたいと思います。バレットジャーナルは自分にとってすごくプラスになりました。9月から4ヶ月間やってみて、自分を見つめ直すきっかけになったり、自分が本当に何をしたいのか考え直すことができたので、1月からまた1年間やるのがすごく楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは See you!